はい、こんにちは、折口教授です。今日は UFC319 の、感想を取りたいと思います。はい。試合をしてない中でお話ししてもらうのはっていう気持ちも、毎度のことね、ちょっと UFC さんの動画だとあるんですけれども、 UFC さんのコンテンツをね、教授さんの YouTube で楽しんでもらうことが、PR としても大切なことになると思うので、ぜひ聞かせてもらえたらと思います。UFC のプロモーションだから別にいいんじゃない？ UFC も嬉しいんじゃない？それはね。しっかりバランス考えて発信していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい。それでは、早速なんですが、朝倉海選手の試合に関してファンの方から試合を見ての感想が聞きたいというお声をいただいておりました。最初のね1ラウンド目はすごい打撃がうまく当たってたりして、もうちょっと攻めればいいのになと思ったんだけど、ちょっと警戒してたのか分かんないけど、すごい攻めあぐねてたなって感じかな。打撃とか反応されてないのに、いい打撃が入ってたんだけど、それを続ければよかったのになっていう感じで、1ラウンド目だからさ、どうしても様子を見てるっていうのもあると思ったんだけど、あとは寝技がね、ちょっと寝技っていうか、レスリングが打撃に集中しすぎてて、1ラウンド目で相手の出方をそのティム・エリオットが見て、で2ラウンド目でその出方がちょっと分かってきて寝技に行ったんじゃないかな。1ラウンド目でも入ったタックルは一発で倒してるし、そこでカイ君がディフェンスなく倒してるから、ティム・エリオットがテイクダウン取りに行って、でカイ君が2回、1ラウンド目2回かな、2回1回だけ切ったの3回ぐらい行って、なんかキックしたところを掴んでみたいなの。そうで、そういうのがあって、ちょっとそのレスリングに対する反応が遅いなとは思ったな。ティム・エリオット選手でいうと、1ラウンドはちょっと様子を見ていたみたいな感じに見えましたか？俺が見た感じは結構いい打撃もらってんなっていう印象だったかな。もちろんテイクダウン取ってたけど、カイ君いけんのかなとは思ったけどね。最後決まった、フィニッシュっていうのはどのようにしたら防げるのかっていうのを教えていただけますか？防げる、あの形になったらすげえ大変だけど、相手が足組んじゃってるから、もう自分の強いて言えば腰をこうどんどん押して自分の足を離して、で、こっちに最終的には防御に行くっていう感じが理想だけど、入られた結構きついよね、あれは。形に入った時点で結構きつい。来るなと思った瞬間にこう角度変えるとかしないともう入っちゃうよね。教授さんは、USC さんから始まって USC さんからライジンへ、ライジンからベラトールへっていう戦うステージが今まで変わってきた経験があると思うんですけど、その戦う場所が変わると変化っていうのはありますか？ライジンさんはライジンのその音楽だったりとか煽りとかだったりで、選手をモチベーションをこう作ってくれるかな。USC とかベラトールってそういうのがなくて、いきなりよしゴーみたいな感じだから、より競技化というか、そうだからそこの持ってき方がやっぱ分かってないと、苦労するのかなとは思うかな。じゃあ気持ちをこう盛り上げていってみたいな、今までとは違ってくるってことですよね。そうだね。でも今回すごいカイ君リラックスしてていい動きするだろうなと思ったけど、前半良かったけどね。試合的には紙一重だから、やっぱりね、倒せる場面で倒さなかったっていうのがやっぱり1ラウンド目でもう仕留めに行っちゃってれば、俺は多分勝ってたと思ったんだよ。これいい流れだなと思ったから。やっぱ UFC はどっちが勝ってもおかしくない世界だから、チャンスをものにできる人がやっぱ勝つから、そこをやっぱね、俺もこうやんないとなっていうのを、思って俺は見てたかな。素人目に見てても USC さんを見てて会場の雰囲気とかも全然違うなと思うんですけど、やっぱり戦ってて違うなっていうのってありますか？そこで。海外だからさ、そのいい攻撃とか湧く攻撃をすれば湧くし、打撃とかね、寝技はさ、そんな決めたりしない限りは、パウンド思いっきり打ったりしない限りはそんなに湧かないから、そこははっきりしてんじゃない。日本はさ、そこをこうシーンとこう見てくれる観客がいるけど、そこは海外はちょっと違うかなっていう感じじゃない。そこの攻防も日本の方ってこう楽しんでる感じじゃないですか。海外はさ賭けがあるからさ、それはまた楽しみ方が違うよね。
賭けがあるってすごい大きな違いですよね。だってその人が負ければね、自分のお金も失うわけだから。壁際とかにこう抑え込んだりとかしてブーとかってすごい聞こえたりするじゃないですか。まあでも俺それで立っちゃってたじゃんベラトールさ京二さんもベラトールで試合の時に寝技の時にそういうことがありましたけど、ね、なんか抑え込んですぐにブーって聞こえると、やっぱこうライジンとかで見慣れてる私からすると、おおマジみたいな、そこでブーイングなんだみたいな。まあでもやっぱ面白い試合しないとねつまんないからね、選手もフィニッシュを求めてねやんないとだよね。なるほど、ありがとうございます。もちろんライジンも強い選手たくさんいらっしゃいますけど、 UFC の選手ってなんかやっぱこう一筋縄ではいかないというか、全てにおいて強い。まあやっぱり何でもできないとね、それにプラス対戦相手の研究癖、何を防いだ方がいいかとか、やっぱそこがもうすごいもうマストだよね。もうだから本当にチーム戦、もうなんか個人じゃなくてチームで戦ってるって感じかな。なるほど、ありがとうございます、そして最後の試合ちょっとお聞きしたいんですけど、チマエフ選手が勝利してベルトを獲得しましたが、京二さん、チマエフ選手の戦いを見ていかがでしたか？まあああなるだろうなっていう試合だった。もうずっと寝かしてコントロールして、マイクとかとさ、ダンとかみんなで見てたんだけどさ、試合前に絶対こうみんなでさ、どっちが勝つって思うってみんな言うの。ドリカスがみんなこう勝つって言ってたの。で俺だけいやチマエフが勝つって言ったの。でなんでかっていうと、やっぱりみんなはチマエフ結構1ラウンド2ラウンド目でめっちゃ飛ばすから、で体力なくなるだろう5ラウンドだから今回っていうみんなの予想だったの。でも俺はチマエフは絶対そこをこうコントロールしてくるだろうな、しかもドリカスそんなにテイクダウンディフェンスうまくねえかなと思ってチマエフって言ったの。そしたらチマエフになってみんなおーみたいになってさやっぱレスリング結構こうコントロールできる人は強いよね。他の試合で何かあれだよ、コーメインのあれもさ、アーロン・ピコがすげえ最初押しててさ、イーロン・マフィー選手がさ、こうやられるかなと思った時にこう回してさ、思いっきり肘がこうバコーン入ってさ、で KO。アーロン・ピコがこう空手でもよくやるさ、こう横に動いてこう攻撃しようとしたんだけどさ、それをこうイグゾッと見せて横に動いて、平本蓮君がやったじゃん、パッパッパッ、それに横行った時にこう回されてこうバーンと当たっちゃって、見えない角度から来たからやられたって感じかな。それまではねアーロン・ピコがすごい押してた試合だったから、やっぱ何が起こるか分かんないなっていう UFC は面白かったかな。あとはマイケル・ペイジ VS ジャレット選手。マイケル・ペイジは空手スタイルで飛び込んでいく選手でさ、1ラウンド目かな、ちょっとストレートでパコン入ってフラッシュダウン気味に取ったりとか、そういうのも面白かったかな。全体的にやっぱ面白い、レベル高い、どっちが勝ってもおかしくないような試合だったなっていう試合が多かったかな。京二さんも刺激を受けましたか？そうだね、俺も楽しみだなこの舞台に立つのかと思ったかバックハンドブロー、あれどうしても見るとやっぱりペティス戦のことを思い出しちゃうんですけど、別にそれはいい経験じゃん。見えないものが来た時にやっぱ KO になるから、対処法が分かってればそんなに怖くはないから。だって今大会2回ありましたもんね、バックハンドブローで。バックハンドブローってなんか肘だったよね。バックハンドブローっていうかハンドブローってことでしょ多分。肘だから。肘か。なんていうか分かんない、名称は回転肘とかそういう感じ。分かんないけどね。なるほど、よくわかりました、ありがとうございます。もう深夜ですね、中村凛也選手の試合の際に、今までずっと変わってなかったプロフィール写真を改めてやっと撮り直していただいたっていう話をお聞きしまして次のね試合が発表される時には新しい京二さんの写真になってるっていうことですね。もうだって何年前の若かりし頃の堀口京二っていう感じでしたもんね。あんま変わんないんじゃないの？今はなんか貫禄があるんじゃないですか。ということで明日は日曜だと思うので、ゆっくり体を休めてまた月曜日から練習頑張ってください。ちなみに怪我の調子はどうですか？大丈夫ですか？もう怪我などもう治ったわ。はい、もう治ったということで、皆さん次戦決まりましたらまたね報告させていただきますので、早く試合したいよ。早く試合したいですか？早くしたい。もう一緒に盛り上がっていきたいですね。またねー。